おはようございます。しゅげんです。今日の FD レストアはこちら。フロアパネルの板金塗装を進めていきます。室内側ですね。鉄板にサビが出てたりとかするので、サビの駆除。そして純正のシーリング。これ全部剥がしていきます。ひび割れてて雨漏れの原因になってしまうので、サイドシル側からエンジンルーム側から全部剥がします。あと床下をぶつけたのか、ちょっとフロアパネルがね、へこんでたりする部分もあるので、その辺板金したりとかして、サフェーサー入れるところまで今日の動画でやっていきたいと思います。それでは作業スタートです。まずはシーラー剥がしからやっていきます。すごい時間かかりそうなんで、時間のかかりそうなやつをパパッと終わらせてしまう。使う道具はこちら。スクレパー、そしてのみ、あとワイヤーブラシ、ドリルにつけたワイヤーブラシ、ベビーサンダーのワイヤーブラシとか、いろんな道具使って、剥がしていきます。上ベロンと剥がれるね。いいね。のみいいね。ダメだ、これすっげえ時間かかんな。めっちゃ時間かかりそうなんで、サブチャンネルでちまちま剥がす映像にします。こんな感じで作業をやっていくっていうのだけメインチャンネルで分かればいいかな。以上です。はい、ということでサブチャンネルでシーラー剥がし終わらせました。ずーっとフロアパネルこんな感じです。めっちゃ時間かかった。すごい大変だった。でも綺麗に剥がすことができました。で、剥がしてて思ったのは全然錆ないですね。シーラー割れてるところはね多々あったんですけど、この鉄板の合わせ目から錆が出てる部分はほぼないです。ほぼというよりまずないの方がいいかな。全然なかったです。めちゃくちゃ状態がいい。そしたら次はメルシート剥がして鉄板の錆の状態確認していきます。ここがね錆びてるんですよ。トランクの雨漏れがずーっとこうパネル伝ってきて、ここに溜まってたので、ここがね結構錆びてる。反対側もまあまあ錆びてる。で、見えてる部分の錆じゃなくて、このメルシートの下でも多分錆が広がってると思うんで、まあ、どのみちこの錆落としするのに邪魔になるからね、メルシートを剥がしていきます。これまた時間がかかりそうだ。鉄板穴開くわ。穴開くわ。ここは穴開いた。直さなきゃダメだ。はい、ということでざっと塗装まで剥がしてみました。錆の状態としてはここですね。ここが錆で穴開いてる。それ以外の場所も錆ちらほらあったんですけど、表面的な錆で削ったらなくなってしまいました。ということで溶接で直さなきゃいけないのここですね。ここをパッチ作って新しい鉄板で溶接で作っていきたいと思います。どの辺で切ろっかな。あんまりこっち行くとここの鉄板薄くなって溶接しにくくなっちゃうから、ここギリギリで切りたいな。この辺か。この辺でギリギリを狙って、こんな感じかな。ここがね鉄板残しておきたいから、あんまり行くとここを作るの大変になっちゃう。
ここ結構複雑な形状してるね。 3D な感じでこっちの面とこっちに逆反りする面と形作りにくそうだな。よいしょ。 0.8 ミリのボンデ鋼板です。これに切ったやつのシール貼ってかたどってこれ叩いて形作っていきます。溶接用のパッチができました。こんな感じ。ちょっとね、形状が複雑でこれ作るの難しかった。3D で3つの面が角度違うからこれ難しい。この三角形みたいな形でも頑張った甲斐だけあってピタッとはまるようになりました。こういう感じです。ぴったりとはまるようなサイズでちゃんと作りました。これで溶接していきます。補修完了。サビ穴がなくなりました。いい感じではないでしょうか。溶接はまだまだ改善の余地ありって感じだけど、でもトランクやった時よりかは少しは上手くなった。サビ穴補修が終わったので続けて他の作業もやっていきます。次はね、これロールバー取り付けのプレート、これ外していきます。もともとこれついてたんですよ。こことこのシートの取り付けのここの部分と、なんかね4点か5点のこのリアシートの部分につくロールバーがねついてたらしくて、それのためのプレートですね。ホイールハウスの方から見るとこんな感じになってます。これは純正部品じゃなくて、この後ロールバーつける予定もないからこれ外していきます。このプレートの下はじゃん、お、錆びがない。錆びがない。泥が詰まってるだけで全然錆びはいなかったです。サイドシルの方はどうだ。お、こっちも錆びない。土がついてるだけ。ほら、これは直さずにそのままいけそうっすね。ラッキー。反対側のフェンダーの中も錆びないです。めっちゃ状態良かった。サイドシルももちろん OK。外したプレート1ミリ、2ミリぐらいあるかな。結構分厚いですね。これはもったいないから何か加工して物作ったりするときに使おう。捨てずに取っとく。そしてこのプレートがついてたこの部分、これ今取ってるのがね、フロントシートのレールがつく部分なんですけど、ここ錆があるように見えるんですけど、これね、錆汁がメルシートの上に乗っかってるだけで、鉄
板から来てるサビじゃないんですよね。これ表面のサビなんですよ。ほら、こうやって軽く削ったらサビが落ちるから、これはね、鉄板がどうこうしなくて大丈夫です。これ表面ペーパーとかで研いでサビ汁の跡を削ってしまえばなくなるので、これは心配ないです。ただこのプレート固定してたところについてるこのシーリング、これね、シリコン系のシーリングっぽいんですよね。ホームセンターとかで売ってるやつ。これだとね、塗料が乗っからないので、これだけしっかりと剥がします。ここもそうだし、こっちのリアフェンダーの部分、これもね、なんかシリコンっぽい感じ、なんか柔らかさというか弾力があるやつ。車に使われてるのとは別の素材ですね。これは剥がします。続いて、へこんでる床直していきます。へこんでるっていうか、出っ張ってきてる床か。ここ。フロントの助手席のシートがつく部分。この部分がね、こう膨らんでるんですよ。ちょっとカメラじゃ分かりにくいですけど、室内側はこんな感じ。床下から見るとこんな感じ。ここの出っ張ってる部分、ぶつけたんでしょうね。引っ掛けた跡が。こんな感じで残ってます。この部分が室内側に出っ張ってきちゃってるので、室内側から叩いて直していきます。下側はこの穴に引っ掛けてスライディングハンマーでこの角フレームが曲がってるのを直してました。室内側は最初に比べればだいぶ引っ込みました。まだちょっとね膨らんでる感あるんだけど、あんまりやりすぎると今度下に出っ張りすぎちゃっても嫌だから、ほどほどな感じで。とりあえずこんな感じで室内側終わりかな。削ったりするのはもう終わりだと思います。錆びてるところも全部処理やったし、あとは洗ってサフェーサー入れれば終わりですね。そしたら次、フロアパネルの下側、こっち側の作業をやっていきます。床下のシーラー剥がし、そして錆び落とし、あと傷ついてるところはペーパーできれいにしてやっていきたいと思います。まずはシーラー剥がしから。地味に時間のかかる作業。でもこれをやっておかないとね、後々室内に雨漏りしてきても嫌だからね。ジムにやった時は車横倒しできたからな、作業やりやすかったけどな。下回り潜ってやるのはすげえ大変だな。多分こっからの映像は早送りですね。早送り映像でお楽しみください。洗剤で洗っていきます。すげえこの下側の変な体勢つらい。でもちゃんと洗わないとね、塗料の密着がねよろしくないので、ちゃんと汚れ落としてから塗装しましょう。うわ、映ってる？映ってない？ちょっと洗って
ウエスで拭き取ると、うわ、ほら綺麗になった。油汚れが簡単に落ちる。このぐらい汚れてたのがさっと洗うだけでこうなります。はい、ということで床下全部洗っていきます。はい、ということで水洗いしてエアーで水分乾かしたのがこの状態です。こっちもこういう感じ。汚れがなくなってね、めっちゃ綺麗になりました。あとパネルの隙間とかに水が残ってるとサビの原因になるんで、しっかりとエアーでこの辺は水を飛ばしました。下回りはこんな感じ。汚れが落ちてパネルが綺麗になりました。こんだけ洗ってあれば塗料の密着とかは問題なくしっかりとくっつくと思います。どうしてもね、汚れがついてるとその汚れというのはパネルに密着してるわけじゃないから、後々ね塗装が剥がれてくる原因になるんですよね。だから綺麗に洗い落としました。で、洗ってて気づいたんですけど、ここへこみが残ってました。下側からぶつけて室内側にね飛び出してきてる。ここ板金やってなかったんで、ここを叩いて軽く形整えます。そんなに目立つような場所でもないから、さっと形が戻ってれば OK です。こうハンマーを当て木代わりにしてからこっちのハンマーで叩きます。お、結構硬いな。元の状態よりはだいぶ引っ込みました。あとこっちも出っ張ってたからここも引っ込めました。ビフォーアフターできるかな、映像で。こんな感じかな。はい、こんな感じに戻りました。ここのシートの取り付け面がね、ちょっと全体的に出っ張ってた感じだから、この辺もへこませて、まあ最終的にはね見えなくなる部分なんでパテとかはせず、このままサフェーサーで仕上げてしまいます。形状はねそんなに悪くないです。運転席側がこんな感じで、助手席側がこういう感じなんで、割と左右対称な感じになってるから、あとはサフェーサー入れれば OK ですね。こうやって軽くペーパーで研いであげて、よっしゃ、これで OK。 そうだ、今一服してて気づいた。こんなことがありました。シーラー、バルクヘッド、エンジンルーム側から見たところですね。フレームとバルクヘッドのところのシーラー、ここ入ってますよね。ここ、後でエンジンルーム作業やるときにね、剥がす予定でここ剥がしてなかったんですけど、ずーっと来て助手席側。ここはね、もともと入ってなかったです。下の方は入ってたんですけど、こっから上がシーラー入ってなかった。剥がしたりとかしてないから汚れもそのままですよね。で、これ戻って運転席側、こんな感じです。結構ね FD こういうの多いかも。ここもそうだし、下回りもね1箇所あったんですよね。助手席側のなんか取り付けてるプレートみたいなのには塗ってあるんだけど、運転席側には塗ってないみたいな、そういうところがありました。
というご報告でした。多分純正で入れ忘れてるんだと思う。丸ペンしてあったから、丸ペンした時にシーラー入れたのかなとかって思ったけど、違うね。汚れ具合とシーラーの質感と多分純正で入ってないんだと思います。さあ、そしたら塗装をやっていきましょう。今回もまた、必殺サビ封じ、これを塗ってからサフェーサー、いつも通りのやり方でやっていきます。これまでの動画見てくれてる方ならもう分かりますよね。もう今まで何回必殺サビ封じ塗ってサフェーサー塗ってを繰り返してきたかわからない、そのぐらいやってきたからね。もう今回は説明もなし、もうそのままダーッと塗装やっていきます。さあ、それじゃあお待たせいたしました。塗装の時間でございます。それでは皆さんご一緒に塗装タイム行ってみよう。サフェーサー塗ってきます。塗装翌日です。綺麗になりました。錆びて穴が開いてた部分、ちょっと形作るのがちょっといびつだったかな。でも3次元のこの複雑な形状、このぐらいが限界だよね。溶接はね、だいぶ綺麗になった。ちょっとただ鉄板の凸凹加減がこんなものでしょう。わかるかな。サフェーサー入れると凸凹の感じがなんとなくわかりやすいと思うんですけど、溶接のビードはね良くなったけど、もう少し鉄板叩いて形作るの上手にならなきゃダメだね。下から見るとこんな感じ。ちゃんと穴は埋まっています。で、一緒にこっちのフロアの方も錆びが出てた部分、錆落とししてサフェーサー入れてこんな感じになっております。フロア下こすってた部分、ここは削ってサフェーサー入れただけ。で、前回トランクの方も錆穴溶接して、こっちはねサフェーサー入れてなかったんですけど、必殺錆封じだけ塗ったような状態だったんだよね。それも今回改めてちゃんとサフェーサーを入れました。はい、これで下回りの作業完成です。はい、ということで本日は FD のフロアの板金の動画でした。もともと車高の低い車、地上高の低い車だからね、下回りこすってこうへこんでるのは仕方ないですけど、思ってた以上にあっちこっちへこみがねありましたね。ただ代わりに錆は少なかったかな。リアシートがつく部分だけでしたからね。あとは前回りだね。車の前側、エンジンルームとかサフェーサー入れてしまえばボディの板金は終わりですね。あと、フェンダーとかドアとかボンネット、バックドアとかバンパーとか、そういうパーツ系は残ってるけどね、ボディ自体はあと前回りサフェーサー入れてしまえば完成です。なかなかね大変なんですよ。思ったように作業進まないから。でもようやく出口が見えてきた。もうちょっとですね。ということで本日は FD のフロアの板金の動画でした。動画の続きが気になるという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。